found myself in the dark of the night when I was lost, needed a revive. はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。FF のコラボがはい来るということで、うん、前編を見ていただいた方は続きで見ていただきたいという。はい。見てない方は前編の方を見てからこっちは見てからそっちは行っても大丈夫ですんで、はい。はい、そっちを見てください。FF の討論者の、うん。残りの2体の今日はご紹介になります。はい。まず、もう早速いきます。はい。はい。よろしくお願いします。10からですね、うん、ユーナのガード T 体になります。 T だ。で、能力説明しますね。はい。バント3マナ、うん、33です。はい。あなたのターンの戦闘の開始時に、あなたがコントロールしているクリーチャー1体対象として、コントロールしていて、それでないクリーチャーを対象とします。はい。で、その前者の上にあるカウンター1個を、その後者に動かしてもいい。はい。忘れられたコレイみたいな。ああ、はいはい。能力ですよね。うん、はい、そうですね。はい。で、あなたがコントロールしていて、カウンターが置かれている1体以上のクリーチャーがプレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび、カードを1枚引いて、その後増殖やばいなと。うん。やばい能力です。うん。を選んでもいい。これは毎ターン1回しか行えません。はい。カードは1枚引けないし、増殖は1回しか行えない。うん。ということですよね。そうですね。はい。はい。まあ結構、なんていうんですか、カウンターシナジー。カウンターシナジーですね、がっつり。バントってめちゃくちゃカウンターの色じゃないですか。まあそうですね。まあ、緑と白がカウンターで、青が増殖の色なんで。はい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 。まあそこで。まあ結構相性がいい。例えば何がいいですか？相性がいい。まあやっぱ、こういうカウンターシナジー系見ると、はい、それこそ鱗とか、鱗とかですね。オドリスとか、オドリスとか、まあ、そういう感じのものとかを見たくなりますよね、まずは。はい。白でカウンター乗っけるクリーチャーとかもいますからね。そうですね。青はなんか感染のね、飛行のやつとかね、いたりしますからね。いますからね。通ると増殖できるやつとかもいるので。いますよね。はい。そういったカードとかが相性いいのかなと思いますと。で、あと、まあ気になるのは、ちょっと動かすカウンターの数が1個に絞られてるっていうところがあるので、どちらかというとプラス1カウンターとかみたいにいっぱい載せるカウンターよりは、実はキーワードカウンターとか、あと特殊な名前がついてるカウンターとかを動かした方が有用に働くことが多くなるかも。破壊不能カウンターがあればとか縦カウンターとかだったら縦カウンター2個以上置けることあるじゃないですか。うちの前トレーナー使ったクロスみたいなね。ああ、そうですね。あいつそのままそっくり中に入るんじゃないかなっていう青敵流用できます、おそらく。もしかしたらそうかも。確かにあれバントだ。はいはいはい。あれ流用できるぐらいちょうどいい感じで中身になってると思うんで、クロスのリンク貼ってきますんで、それも参照にしていただければと思うんですが。そうですね。あれも参考になりそうですね。僕が、いいなと思ったカードがありまして、これちょっと海外で噂になってたんですが、ストリックスヘイブン競技場っていう。15点取ったら勝ちだっけでしたっけ？ 10点ですね。10点か。10点獲得すると勝てるっていうカード。これあれカウンターなんですよ。確かに。あれ一人、勝てるっていうか一人倒せるっていう。あれ、そっか、敗北だっけ？そうです。あれ、面白くないですか？まあ確かに。あとは、じゃあ、そういう話だと千年暦とかでもいいんじゃないですか？千年暦って何でしたっけ？1000個カウンター乗ったら勝ちで、なんか倍々になっていくんですよね、確かに。そうですね。なんかそんな感じじゃなかったっけ？違ったかな？まあ、ありますよね。はい。あれ、難しいんですよね。そう、あれ意外と決まんない。でも毎ターン増殖できますからね。でも1000個貯めるんだったら増殖ってちまちまやってもしょうがないのかな。これ多分予想だと横並びですかね。まあ横並びの方はいいんじゃないですか。やっぱ横並びにしてなんかそれにカウンター乗っけていくみたいな。このカササギついてるやつを強化するとめっちゃ強くないですか？ドローもできてドローもできてやばくないですか？確かに。トスキとか出たらもういっぱいだ。だからそういう感じでなんかドローして強化してって多分毒で勝つんじゃないかなっていう、最終的には毒でやっぱ勝ちたい。結構毒で勝てそうですよこれ。まあ増殖は相当しやすそうですからね。増殖通ったら増殖するやつと、この能力で2回は増殖できるはずなんですよ。そうですね。相当増殖できますからねこのデッキ。でもやっぱ増殖ができるって聞くと今度プレインズウォーカーもう入れたくなっちゃう。でも守れない
そうなんですよね。仕組みなんですよね。プレインズウォーカーを。でも逆に言えばこれ、ティーダ別に殴らなくてもいいですからね。確かに、うん。励ますって書いてありますからね。そう、励ますって書いてあるから、あ、励ますんだと思って。なるほど、ティーダを守りに固めておいて、ってことは、言うのはプレインズウォーカーって可能性があります。もしかしたらわかんないけど。ありえますよね。夢が膨らみますね。まあそんな感じでこいつはやってみたらいいんじゃないかなと思うんですが、次行きましょうか。はい、行きましょう。次は FF いくつだろうこれ。14って言ってたかな、確か。の魔女ヤシュトラルルになります。はい。14はさすがにちょっと時代が追いついていない。ああ、履修してない。履修してないです。すいません。自分はもう FF 履修しないんです。能力なんですが、エスパーの4マナ、24警戒。で、各終了ステップの開始時に、このターンにプレイヤーが4点以上ライフを失っていた場合、カードを1枚引く。はい。微妙なラインですね、4点っていうのは。4点っていうね。これ3点だと結構あるんですよ。3点のカードって結構あって、4点失ってないとカードが引けないっていうのがこれかなりミソなんですよね。まあでも、その後の効果が2点だから。なるほど。やっぱその倍数の方がいいんじゃないですか。そうですね。その後の効果が、あなたがマナ総量が3以上であり、クリーチャーでない呪文1つを唱えるたび、これは各対戦相手にそれぞれ2点のダメージを与え、2点のライフを得る。はい。つまり、3以上唱えて2点ドレインした後に2点なんとかすれば、1枚カードが引ける。まあ、2回唱えるでもいいですからね。確かに、確かに確かに。かなり、なんか面白そうだなっていう、こいつは。はい。まあ、想像なんですが、はい。3コスト軽減できれば、ループすればみたいな。ああ、なるほどね。例えば神話アーティファクトで、3マナのカードとかが0マナで唱えられるようになって、無限にバウンスみたいな。そうですね。はいはいはい。ありますね。ことになれば、例えば、怪奇声のドレイクと、それを何かを、パリンクロンのコンボとかにすれば、クリーチャーじゃない呪文じゃなきゃいけない。クリーチャーじゃないともんじゃいけないのか。だから、まあ、無色のアーティファクトが一番いいんじゃないかな。3マナの ?3 マナで神話はアーティファクト持ってて無色とかってあるんで。確かに確かに。それを出し入れするみたいな形じゃないといけないですね。はい。なるほどなるほど。そうすれば、無限ドレインまでいけるもしかして。無限ドレインまでいきます。じゃあいけるじゃないですか。まあ、必ず勝てますね。各対戦相手にダメージだから、まあ、プロテクションやられてたらダメージなのかな、一応。なんか、でもちょっと怪しくないですか？まあ、怪しいですね。怪しい。はい。で、まあ、カジュアルで、今回は考えたんですが、カジュアルで考えるとどうすか？まず、多分想定と違うんですけど、自分が4点失ったら一番早いんじゃねって思ったんですよ、正直。なるほど。はい。確かにそうっすね。だから、起動型能力に5マナあるカードとかあるじゃないですか。ありますあります。そういう切断みたいなのを打ったら、これドローできるんですよね。そうそう。エントリー、自分ドローいいかって言って。すごいぞ、これ。そう。で、あと、何でしたっけ殺しとか打ってもこれ、殺し4点じゃなかったでしたっけ？そうそうそう。でも、例えばなんですけど、先ほど獅子切断4払って打つって話したじゃないですか。あいつマナソウル3以上ですよ。お！だから、ドレインできるんですよ、その分。確かに。だから、自分で、こう、どんどんライフ失っていくんだけど、なんか知んないけど自分も回復していくっていう。すごいな。そうそう。だから、意外と自分がダメージを食らうような、例えば、ドロー系とかあるじゃないですか。ありますよ、あります、あります。そういうのも積極的に打っちゃっても。じゃあ、それで言うと、思ったのが、いわゆる3マナの、最近出た危険な近道っていう、対戦相手が全員2点失う、ありましたね。プレイヤーが2ドローして全員が2点失うっていうのあるじゃないですか。ありました。あれ、これいいんじゃないですか。あれ打ったら、だって、その後に2点取りできるから。4点ですよ。4点、4点。とか。要は3マナ以上で2点以上のダメージ与えるカードと相性いいんですよね。そうっすね。はい。確かに。なんか、そんなんで、例えばブレイズとかどうですか？ブレイズとか。ブレイズとか。まあいいんじゃないですか。ダメだ、ブレイズは。ダメ。ブレイズはエンド時だから。エンド時だから。じゃあダメか。誘発だから。じゃあダメか。ブレイズだと間に合わないですね。多分。間に合わない。間に合わない。ブレイズだともう誘発満たしてないっていうところになっちゃうから。間に合わないのか。間に合わないから。ブレイズダメか。メイン2の間までに失わせないといけないですね。あと、
一個重要なの忘れてたんですけど、はい、好奇心を張ったらどうかっていう人がいたんですよ。ああ、なるほど。これダメージ与えるからね。そうなんですよ。はいはいはい。好奇心のカード多分4、5枚あるはずなんですけど、青だったら、好奇心をこいつに貼って、3以上唱えたらその度にドローなんですよ。はいはいはい。あ、違う、これ3人に当たってる。3ドロー。3人に各対戦相手にそれぞれダメージですね。ってことは3ドローですか？3ドローできるね。すごいですね。確かに。やばくないですか？やばいね。まあ要はだって2部ミゼットが3体分飛ぶみたいなイメージだから。これワンチャンもしかしてかなり上の卓でやるかもしれない。まあでもそれはデッキの構築次第じゃないですか。多分上の卓行ったらもう5マナのピッチスペルとかをガンガン入れて、ああ確かに確かに確かに。ピッチ打ってなぜか自分がダメージ回復するっていう、そういう構築になるんじゃないかなって気はするんですけど。結構上の方でもやれるかもしれない可能性がこいつはあるかもしれない。あるかもしれないですね。上の方だったらそれこそさっき言ってループ系とかのコンボで最終的に勝ったりできるんで、そういう可能性もありそうですよね。まあそんな感じですかね。あと1個だけごめんなさい。なんかある、気になることがある。はい。デルニーとか、誘発2倍あるじゃないですか。はいはい、ありますね。はい。あれ置くと4点飛んで、あ、確かにで、エンド2ドローなんで。まあ、ということは、うろつく玉座。あいつでもいける。猫って言って。いけるじゃないですか。そう言うと、3マナ以上唱えると2点ダメージが4点になるじゃないですか。確かに確かに。でエンドの誘発必ず満たせて4点失うと1ドローが2回誘発なんで、こっちもエンドの誘発も2回ですよ。2回。すごくないですか？そうだからめちゃめちゃ相性いいんですよ。確かに。っていうのだけご紹介させていただきました。これ1人がだから、3人2点失ってるから3ドローできる、もしかして。いや、それはできない。できないんだ。それは一応確認したんですけど、多分できなさそう。まあ、ちょっと最終的にはもう確認してもらってって感じにはなるんですけど、この誘発が開始時に誘発1回して、で、この場合っていうのが条件なんですよ。なるほどなるほど。だから誘発は必ず1回しかしないっていう最低になると思います。まあそこはオラクル出たから。そう、最終的にはオラクル出てる。ただ霊気走破に実は近いテキストのカードがあって、1回しか誘発しないんですよ。あ、そうかもしれないという。だからかなりまあしないよりなるほどで考えてくださいと。はい、だとは思います。まあそんな感じで FF コラボをやってきました。はいはい。これで4体以上なんですが、いかがだったですか？いやー、やっぱかなり楽しそうなカードが揃ってるし、まあ僕個人としてはやっぱエスパーが一番気になる。僕はなんだろうな、気になったのは人間っすかね。ああ、人間がなんか人間じゃないかもしれないけど、アリーシャの上位互換がワンチャン、人間すごい収録されるような気がするんで、それにちょっと期待してるんですけど、もしかしたら既存の別のデッキとかが強化されるっていうこともありえそうですよね。そうですよね。なんか夢のタッグじゃないけど初心者におすすめはちなみにどれですか？まだ分かんないか。まだだって中身見てみないと分かんないんで、分かんないけど、まあこれはちょっと新たな試みで先の話を先にさせてもらってるっていう形になりますんで、まあこの企画がいいと思ってくださったら高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。はい、もうお願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。